こんばんは、はるです。ということで、今回なんですけども、僕が実際車中泊時に使っているセラミックファンヒーターを2種類紹介したいと思います。どちらも省電力でおすすめです。小さめのポタ電でも十分使えるものもありますので、ぜひ最後まで動画見てください。よろしくお願いします。はい、ということで紹介していきます。こちらはトップランドというメーカーさんのセラミックヒーターですね。お値段がですね、撮影時で3855円となっております。こちらが足元ヒーター小型人感センサー付き省エネ点灯時自動機能という風になっております。置き場所を選ばないコンパクトサイズ、デスクでも使えるし、デスク下やリビングでも使えるということです。足元ともに使用できますということです。そして温風調節機能付きということで、モードが弱、中、強ということで、3種類の温風調節機能もあります。そして人感センサーも付いているのでおすすめです。これがね、何かと便利なんですよね。僕はファンヒーターを使うときって人感センサーを選ぶことが多くてですね、消し忘れがちょっと気になっちゃうんですよ。なので人感センサーだと確実に消えてくれるので、こちらおすすめですね。人感センサー搭載ということで、人の動きを感知し自動でオンオフをしていくということです。人がいなくなってから約3分経過すると電源が自動でオフになるということです。さらに角度調節機能付きで上下に温風の向きを調節することができます。で、これは絶対についてないといけない機能なんですけど、点灯時に自動オフということで、万が一の点灯時でも本体に搭載されているスイッチが作動し、電源が自動でオフになるということで安全性もあるということです。で、主な製品詳細はこのような感じになっているんですね。ここがスイッチ類になってるんですけど、ちょっと見やすくしますね。こんな感じですね。で、あと画像の説明もあります。温度調節表示ランプがあって、ローミッドハイということが一目でわかります。そして人感センサー動作表示ランプというものがあって、こちらがついているときは人感センサーが作動しているということになります。で、正面が吹き出し口になっています。下にこちらですね、自動、点灯スイッチというものがあります。後ろは吸気口になっています。こちらもワンタッチで取れるので、こんな感じで掃除も楽ですね。はい、こんな感じになっています。特徴としましては、まずコンパクトですね。本体サイズが幅が 11.8 センチ、奥行きが 15.7 センチ、高さ 10.2 センチ、本体重量が 820g、電源は AC の 100V ということです。コンセントで使用します。消費電力が最大で 300W 未満ですね。だと思います。で、連続運転が8時間ですね。自動停止機能ついてます。電源コード長さ 1.5 メートルということでおすすめです。こちらはですね、個人的に一番おすすめです。現在の値段が3855円でですよ。温風の風量も3段階調節できて、さらに連続運転しても8時間で自動停止してくれて、で、人感センサーもついてるんですよ。で、人感センサーを使わないで操作することもできます。切り替えもできます。で、角度調節もできて、転倒防止の安全装置もついている。で、見た目もですね、色が黒と白があるんですけど、どちらもですね、おしゃれな外観で気に入ってます。こんな感じで3000円台で、このクオリティはかなりいいんじゃないかと思います。で、実は僕これね、もう1年以上使ってるんですよ。で、耐久性も申し分ないと思ってます。なので、消費電力も低くて、おすすめできるなということで、今回動画にしてます。実際に電源入れてみたいと思います。はい、今電源入れました。エコフローさんのデルタ2マックスですね。はい、こんな感じで今ちょっと落ち着いてきました。ローで使って今 251W ですね。次は中ですね。ミッドで試していきたいと思います。風の勢いも強くなってます。かなり暖かい風が出てきてます。落ち着いてきました。ミッドで使って現在出力が 271W ですね。こんな感じです。次が強ですね。ハイで使ってみます。一番強い設定にしていきます。ということで落ち着きましたね。ハイの設定では出力が 286W ということです。ポタ電によっては若干の出力の違いはあるかと思うんですけども、3種類調節ができて、消費電力も小さめということで、結構温める力はあるということでおすすめしています。300W 以下でこれだけの機能があって4000円以下で購入できる商品なかなか少ないと思います。で、耐久性も僕が1年以上車中泊で使って問題ないというので結構おすすめなんじゃないかと思ってます。ということでまず1つ目の商品がこちらのセラミックファンヒーターでした。続いて2個目のファンヒーター紹介していきたいと思います。はい、続いて紹介するのがこちらの
セラミックファンヒーターとなってます。こちらはおそらく一番消費電力が低いファンヒーターなんじゃないかと思います。ファンヒーターいろいろ種類たくさんあるんですけども、個人的に安心できる日本製で一番低い消費電力のファンヒーターはこれじゃないかと思います。こちらがですね、ヤマゼンさんが出しているセラミックファンヒーターということで、お値段が4140円となってます。現在 Amazon で販売されております。こちらがですね、寒い冬場の手元を温めるコンパクトセラミックヒーターということです。カラーが2種類あります。機能は温風と送風の切り替えが行えます。風向き調節が2段階行えます。卓上で使えるミニサイズということで、例えばテーブルの上やデスク上に置いても邪魔にならないミニサイズの手元あったかヒーターということです。デスクワークや勉強中の指先が冷えて辛い、そんなお悩みを解決しますということです。オールシーズンに使えるということで、温風と送風の運転切り替えが可能な 2way 仕様ということで、冬場にはヒーター、夏場には送風機として使えるので、季節を問わず一年中活躍しますということです。お好みの方向に風を送るということで、本体、底面にあるスタンドを起こして設置すれば本体に角度がつき、風向きを上向き方向にすることができるということです。好みに合わせて調節してくださいということです。で、操作はシンプルで簡単です。電源スイッチをスライドするだけのシンプル構造なので、初めて使う方、家電が苦手な方、どんな年代の方でも気軽にお使いいただけますということです。点灯時は自動でオフ。誤ってぶつかってしまったり、地震などで傾いたりして本体が点灯してしまった場合に、自動で電源がオフになる点灯オフスイッチがあります。万が一の危険に備えますということです。で、僕がなぜこれを勧めているかというとですね、これ 130W なんですよ。消費電力が 130W で、僕がAmazon とかで見てる中では一番消費電力が低いファンヒーターになってます。で、車中泊でおすすめするファンヒーターで、一番のポイントとしてはやはり電力が低めのものがいいということなんですよ。それで僕の考え方としては、使い方によって変わってくると思っててですね、車内の断熱をどれぐらいやってるのかとか、あと車内のスペースの広さなどで変わってきます。遮光カーテンをつけてるかつけてないかとか、壁にね、断熱シートを貼り付けてるのか、してないのかとかでもだいぶ変わってきますので、その辺はですね、各自自分の条件に合ったファンヒーターを選んでいただければいいかと思います。こちらも実際に電源を入れてみたいと思います。で、スイッチ入れていきます。高い送風にします。ですね。はい。暖かい風出てきてますね。サイズもう一回、言いますけども、本体サイズ幅が 11.5 センチ、奥行きが14センチ、高さ 6.5 センチで、本体重量がなんと 420g です。かなり小さめです。手と比べたらわかるかと思うんですけど、こんな感じですね。かなり小さめです。先ほどのものも小さいんですけど、先ほどのものより若干小さいです。倒すとわかりやすいかな。こんな感じで。先ほどのものももう手のひらサイズなんですけど、それより一回り小さいという感じですね。で、今電源作動させてます。消費電力見てみましょう。表示通りですね。127W、だいたい 130W というふうに記載されてますので、出力が 127W ということで、かなりの省電力です。これでもね、結構暖かい風出てきてます。はい、こんな感じで2種類のセラミックファンヒーター、紹介したんですけども、こちら、それぞれ使い方があって、こちらはですね、車内を温める、もしくは車内の寝る場所だけを温める、といった用途で使っています。で、これぐらいの出力、弱いといえば弱いんですけども、車内ぐらいの狭さだったら温めることできるんですよね。もちろんその時の車内の断熱具合とか広さにもよるんですけど、ちょっといろいろ工夫していて、ちょっと見てほしいんですけど、これですね、こんな感じで、就寝スペースを区切るものとかも作ってるんですよ。ちょっと外してみます。外すと、こんな感じで透明の仕切りとかがあって、就寝時はですね、この就寝スペースだけを区切って温めてくれるといったことも、できるようにしているので、暖かくすることができます。少ない消費電力でも暖かくして寝ることができるので、こういった工夫もすれば、省電力で快適に冬の車中泊、行えるかと思います。あとは、こちらの消費電力が 130W のものなんですけども、車内でこたつを作ったりするときとかに、このこたつの中を温めたり、テーブルの下に置いて足元から暖かくするといったときに、消費電力は低いんですけども、低い割には足元を温めてくれて、とてもいい感じで使えてます。使い方次第ではとても便利なセラミックファンヒーターなんじゃないかと思います。
これが今撮影している車内なんですけども、車はキャラバンですね。キャラバンのハイルーフのロングタイプになります。ソファー兼ベッド展開して就寝スペースということになるんですけども、こんな感じで先ほど紹介したセラミックファンヒーターですね。これを足元とかに置いて、こんな感じで温めると。これがかなり効果的で、消費電力は低いんですけど、足元から温めてくれて快適なんですよ。なので、部屋全体を温めることはできなくても、使い方次第では快適に車中泊を過ごすことは可能なんですよ。ですので、消費電力が低ければ低いほど電力の節約にもなるし、小さいサイズのポタ電でも使うことができるので、おすすめできる商品かと思います。はい。ということで、今回は2種類のファンヒーターの紹介でした。どちらも消費電力が低くて、車中泊で活躍できるヒーターです。おすすめです。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。こちらの多趣味な春チャンネルの動画では、今動画に映っている車内、こちらは自作キャンピングカーで自分で作ったキャンピングカーになりますが、こちらの DIY の様子や1台目の車、ハイジェットカーゴの車中泊仕様の車の DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、気になった方、ぜひ過去の DIY の様子なども見てください。ということで今回はこれで動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。